こんにちは。行政書士社会保険労務士の小園です。中小企業経営のちょっといい話ということで動画をお送りをしております。今回は自営業者、フリーランスの方の老後対策として国民年金基金についてご紹介をしていきたいと思います。国民年金基金に関しましては、2025年上限の引き上げというのはされましたけれど、2026年もまたさらに掛け金の上限の引き上げというのを予定をされております。今回はですね、改めて国民年金基金についてご紹介をしていきたいと思います。近年はですね、物価高といったところがありまして、生活にかかる費用というのがどんどん増えてきている。ただ一方で政府もですね、手取り増加といった施策は打っておりますけれど、なかなか実質賃金がプラスになっていかないという状況の中で、やはりサラリーマンの方が加入をする厚生年金の年金に比べて、自営業者、フリーランスの方の老後というのは非常に心配になっているという状況になりますので、自営業者、フリーランスの方のための老後対策として国民年金基金についてご紹介をしていきたいと思います。今回の概要ですけれど、まずは平均寿命と老後の生活について見ていきたいと思います。平均寿命、どんどん伸びてきている。そして生活にかかる資金というのもトータルでは増えてきている。またさらにですね、円安、物価高というのも追い打ちになって、老後にかかる費用というのはどんどん増えてきている状況。一方でですね、フリーランス自営業の方というのは厚生年金加入していませんので、国民年金の受給額だけという形になると、やはりですね、生活に困窮をするというケースが出てきますので、その中で政府が用意をしているのが国民年金基金と言われるものになっております。この国民年金基金の概要についてご紹介をして、そのタイプですね。年金、どのような形で年金をもらうのかといったタイプ、そして掛け金。この掛け金につきましては、毎年引き上げが行われている状況ではありまして、2025年に引き上げが行われましたけれど、2026年もまた引き上げを予定をしているといった状況。そして、老後の資金としてですね、iDeCo確定拠出年金というのもありますけれど、この国民年金基金と確定拠出年金iDeCoとの違いを少し紹介をした上で、最後に注意点とまとめという形になります。まずは平均寿命と老後の生活ということで、皆さんご存知の通り、平均寿命というのは年々伸びてきているという状況で、1999年の状況から比べると、今2050年の推計というのは出ておりますけれど、男性は85歳、そして女性は91歳というのが平均寿命として予測をされている状況です。そんな中でですね、仕事を終えて、そこから今までの貯金、そして年金で生活をしていく期間というのが長くなってくるわけですけれど、そんな中で物価高、円安というのもありまして、老後の生活費というのがどんどん増えてくる。また、自営業者、フリーランスの方については、厚生年金がないので、基礎年金、国民年金の受給だけという形になります。今現状の試算によると、老後の生活費というのは、月に15万5千円というふうに言われております。それに対して国民年金をもらえる金額というのは、今現状は6万8千円が平均となっており、これに対すると生活費で足りない部分は約8万7千円という試算が出ております。この国民年金基金に関する動画は2024年もご紹介をしているんですが、その時に老後に必要な生活費というのは14万円という形になっておりましたが、さらに1年間で1万5千円増えている。また国民年金の年金額に関しましても、2024年時は6万5千円で、今現状は6万8千円という形で増えてはいるんですけれど、結局不足する生活費というのは1年経ったところで7万5千円だったものが8万7千円に増えてきているという形になっております。こういった状況の中でですね、今後の老後を考えていかなければいけないという形になりますが、そんな中で自営業者、フリーランスの方のための年金を増やせる制度というのが国民年金基金と言われるものになっております。
こちらは会社員の方と同じく公的な年金を上乗せできるものという形になっておりまして、会社員の方は国民年金、基礎年金があって、さらに老齢厚生年金、会社によっては企業年金というのもあるかもしれませんが、自営業者、フリーランスの方に関しては国民年金、老齢基礎年金のみという形になっております。今現状ですね、国民年金加入者、いちご被保険者と言われる方は1400万人ほどという形になっておりまして、このうち国民年金基金に加入しているのは約31万人と言われております。加入率は 2.2% と非常に低いんですけれど、加入をしているという状況です。では、この国民年金基金、どのような方が加入ができるのかと言いますと、もちろん国民年金の第1号被保険者の方になりますので、20歳以上60歳未満の方が原則になってきます。さらにですね、任意加入をしていただくことによって、60歳以上65歳未満の方、また、海外居住の方もですね、加入ができるという形になっております。こういった形でですね、自営業者、フリーランスの方が入ることができるのが国民年金基金という形になっております。では、掛け金についてかけた後にどのような形でもらえるのかになりますけれど、一口目に関しましては、終身年金となっておりまして、タイプが A 型と B 型、どちらかを選んで加入をしていただくという形になりますが、二口目以降に関しましては、終身年金なのか、確定年金なのか、どちらかを選んでいただくという形になりまして、通常の国民年金に、さらにそれを上乗せをする一口目の終身年金、さらに二口目以降に関しては、終身か確定年金かを選んで、全部で7つのタイプからですね、二口目以降は選んでいただくという形になります。では、掛け金はいくらなのかと言いますと、こちらはですね、選択をした給付の型、タイプですとか、加入口数ですとか、加入時の年齢、性別によって異なってきますので、注意が必要です。ただ、掛け金の上限としてはですね、6万8000円という形になっておりまして、こちらはですね、掛け金以前引き上げがされているわけですけれど、この掛け金の上限については2026年、令和8年の12月からさらに引き上げられて、7万5000円という形になっております。この7万5000円は国民年金基金の掛け金だけではなくて、少しこの後ご紹介はしますけれど、個人型の確定拠出年金、iDeCoの掛け金との合算になりますので注意が必要です。このような形でですね、国民年金基金への掛け金の上限というのは毎年どんどん引き上げられてきて、やはりフリーランス、自営業者への老後対策というのも強化をされていると状況になっております。では、よく聞きます確定拠出年金、iDeCoとの違いですけれど、やはり一番大きいのは掛け金の部分ですね。国民年金基金はプランや年齢、性別によって異なりますけれど、iDeCoに関しましては、1000円単位で5000円以上で掛け金をかけることができるということ。そして年金の受給タイプに関しましては、国民年金基金に関しては基本、終身という形ですけれど、iDeCoに関しては最大20年の有期年金という形になっております。また、この国民年金基金、掛け金、払えば終わりなんですけれど、iDeCoに関しましては、運用指示を出す必要がある。この運用指示を出すことによって、この将来受け取る年金が増えるメリットもありますけれど、場合によっては減るデメリットもあるということで、iDeCoの方はですね、自由度が高い分手間もかかって少しリスクもあるという形になって、このあたりが国民年金基金との違いなのかなというふうに思っております。そして最後に注意点とまとめですけれど、今現状国民年金基金の受給者数と年金額ですけれど、全体平均でいきますと75万人ほどの方がですね、国民年金基金からの年金を受給していて、平均額としては37万5000円ほどという形になっております。また、国民年金基金に関しましては、掛け金の割引制度というのもありまして、4月から翌3月までの掛け金ですね、1年分を全納することによって、0.1 ヶ月分の掛け金が割引になるというメリットもあります。
そして2025年の12月からですね、一部の手続きになりますけれど、電子申請もスタートしているので、より申請がしやすくなってきているという状況になっております。今回は国民年金基金のご紹介ではありますけれど、その他国民年金そのものでもですね、年金を増やす仕組みというのがあります。それを付加年金と言われるものになっておりまして、月400円を上乗せをすることで、将来の受け取る年金額を増額することができるというものになりますので、この付加年金の方も検討してほしいと思います。年々今後の生活費ですね、上昇をしていますので、今から今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っております。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。